ちょっと本気を出せばこんなもんです。よいしょ。冗談。いやー、終えた。冗談。なんだった？また敵さん来とる。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。人兵器を作り戦うことができるスプロケット。正しくはかっこいい戦車です。今回は日本が試作したことがあるという珍兵器の中の珍兵器、お医者を作っていこうと思います。久しぶりに日本の戦車や。見た目はこんな感じですね。待て、これめっちゃでかいやん。全長が10メートルある巨大な戦車でした。リクエストもかなり多くいただいていましたね。みんなありがとな。ちなみにこのような車両に仕上がりますよ。これ砲塔たくさん積んどったんか。初めての多砲塔戦車で前の2つも操作して戦います。それでは車体を作っていきましょう。この手の戦車を上手に作るポイントは、確かサイズ感を合わせるのが重要なんやな。そう、縦横高さ、そして大きさをできるだけ正確に合わせると綺麗に見えます。このゲームは作っている車体の全長や全高を知ることができないので、画面のように砲塔に利用するパーツを利用して測る必要があります。ちょっと面倒やな。ちなみにこのゲームにおける 3D モデル作りは、例えば 3D プリンタなどのソフトが Photoshop くらいだとすると、このゲームはフリーのペイントソフト程度の機能しかありません。基本的な形もほぼ全て手作業で作り上げる必要があります。これが大変なんやな。戦車ごとに使っているパーツが違うからね。はい、それでは足回りをサクッと作って車体形状を合わせていきましょう。まずは車体前面の傾斜です。3つの面構造になっているので、辺をスプリットで分割。とりあえずそれっぽい形にして、角度を調べながら合わせました。今回作っている戦車の傾斜誤差は1度から2度未満です。大きくずれると、上に乗せるパーツの位置もずれてくるからな。まあ正確に作ってもずれるんだけどね。そうなん。あくまで資料は目安に、違和感がない見た目になるように作ると楽ですよ。こんな感じでいいかな？後ろ側も角度を測りながら傾斜させていきます。全長を測って、何か違和感を感じつつも作業を進めていきましょう。紹介が遅れましたが、車体は2つに分割して作りました。砲塔の下は別パーツを組み合わせるんやな。こうすると作りやすく修正もしやすいですよ。サイドスカートは車体形状と同じなので、エクステンド工法で作りました。不要な面は選択してデリートするだけですね。作り終わったらいやらしくカッチャーしておきましょう。調子出てきたで。次はこのもっこりとした部分を作ります。形は非常に単純なのでささっと完成。私が測ったところ、この高い部分の長さは3メートル48センチありました。そこだけで3メートル半ほどあるんか。砲塔パーツを利用して高さを測って微調整。履体の幅は76センチ。幅も合わせたのに、何かおかしい。前部分の幅が明らかに狭いやん。原因は高さと横幅の長さ、間違って逆の値をメモしていました。これどんだけあるん？ 4 メートル84センチだね。5メートル近いやん。修正が終わったらガッチャンして車体は完成です。ちなみに車両サイズは全長は 10.1 メートル、高さは3メートル63センチあったそうです。ゆるふわ軍事チャンネル。ではサクッと砲塔を作っていきましょう。六角形やしめちゃ簡単やで。そう思うよね。綺麗な六角形どうやって作るん？これね、作り方がガチでわからない。作る機能なんて存在しない。しゃあないので装飾品の回転機能を利用して角度を調整。このように均等の長さになるよう微調整を繰り返しました。ほんま基本的な形も作る機能ないんやな。基本全部自分で測りながら作らないとダメだね。砲塔のサイズはよくわからないのですが、2メートル50センチくらいありました。拡大したら誤差が出てしまったので再度修正。一応綺麗な形にできました。やったね。やん。せっかく砲塔を作ったので方針を乗せてみましょう。ポイント搭載。ちょっとかわいい。小さすぎやん。ちなみに主砲は150ミリ。方針の長さは見た目を合わせるため2メートル80センチに設定しました。参考画像の方針は150ミリではありませんよ。副砲は同じ六角形なので読み込んで作るだけですね。直径は140センチくらいあったみたいです。搭載していたのは47ミリ砲ですが、間違って今は76ミリ砲にしています。何しれっと大きいの乗せとるんや。男の子は大きいの好きだからね。後部の砲塔には7.7ミリ基準を乗せるとしていたそうです。
いつの間にか全体像が見えてきました。おう、かっこええやん。それでは大量の装飾をつけてお医者を仕上げていきます。まず四方の周りについていた謎の構造。これなんなん？資料を見ると、溶化と呼ばれる構造を保護するため付けられていたみたいですね。あれか、方針の下とかについとる出っ張っとる装置。こちらも以前名前を教えていただきました。同じようなものが副方にもついていたので搭載しました。それでは装飾をつける様子を見ながら、このお医者は一体どのような戦車だったのか紹介していきます。ウィキペディアによると、堂々とウィキペディアやめれ。実はこの戦車、よくある空想上の産物ではなく、ガチで作ろうとしていた戦車です。そうなん？第二次世界大戦中の1941年に、基礎設計が当時の三菱重工に渡され、試作車両の製造が始まりました。設計は、対ソ連戦における陣地突破作戦に使用するというもので、重量なんと150トンのこの長州戦車は、待て、150トンって。車両や鉄道を使い、分解した状態で輸送、現地で組み立てられ、敵をいきり散らすというものでした。ずんこみたいなのが完備しとったら 100% 部品なくなるやつやん。1年後の1942年2月には車体が完成、4月には初めて地上試験を軽く実施していたそうです。それで、木製砲塔も多分乗せられた状態で、7月には陸軍関係者の前で試験運転されました。感じで開発進んどるやん。その後、神奈川県の相模陸軍造兵廠に輸送。1943年5月に行われたものの、分解から現地までの輸送が2週間、組み立てに約3週間かかりました。合計1ヶ月か。同年8月に、車重96トンの状態で試験走行したところ、どうなったん？足回りがいろいろと壊れてしまいました。やっぱりか。走行試験後、車庫入れの際に天輪が破損し、機動輪の歯車も2箇所破損。その後、分解作業が行われ、スターターの焼き付きや軸受けの半分、32個が破損するなど、足回りの明らかな強度不足が発覚。故障から9日後の同年1943年8月10日、破損状況が視察され、この日を最後に開発日誌は終わっているそうです。待て、なんかあっさり終わっとるやん。残念ながら試作車両は残されていないのですが、静岡県富士宮市の若獅子神社に履体の一部が保管されているそうです。こんなすごい戦車を日本でも作ろうとしとったのは知らんかったわ。車重はドイツのマースよりも30トンほど少なかったらしいのですが、お医者の方が全長は若干大きく、横幅は50センチほど大きかったみたいですね。まさに超重戦車やな。はい、後ろの画面では、呉で作られていたという防弾鋼板のリベット打ちが始まっています。これが終わればもう完成や。この後ろの部分もリベットをつければ完成です。ではスプロケットで蘇ったお医者を見ていきましょう。重量は無関係な走行値を増減させるなどして150トンに合わせました。被弾が予想される面はほぼ設計通りとなっています。手法は見た目を合わせた 18.6 口径 150mm 砲。そして今回初めて 47mm の副砲を2機搭載。これも攻撃できるん？もちろん攻撃できます。後部の銃刀は動かないように設定しています。製作時間は約7時間30分となりました。結構かかったな。副砲の稼働範囲の設定など、初めての調整に手間取ってしまいました。動く様子は実戦で見ていきましょう。人とのサイズ比較はこのくらいですね。やっぱりこれめっちゃでかいやん。ではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。重量があるので味方戦車はいません。あかねちゃん発進。みんな行くで。これかなり重たい感じやな。今回搭載しているのは12リッター V6 エンジン。重量はわずか 770kg ですが、これでも速度が出過ぎてしまうため、ギアで最高速度を調整しています。あんま速すぎるのもおかしいからな。今回注目なのはこの多砲塔の動作です。どのように動くのか見てみましょう。おお、3つ動いとる。3つの砲塔と砲身は画面中央の白い枠に向けて動作します。主砲と副砲を同時射撃、もしくは別々に撃てるようにしました。設定する必要がありますが、F1、F2 キーで選択。再度同時発射したい場合は、コントロールを押しながら F1、F2 キーです。砲撃周りはかなりアップデートされとるんやな。それではお医者の実力を見ていきましょう。11時の方向に敵戦車。あかねちゃんこのまま前進。丘の上のところで戦うよ。了解や。攻撃されとる。側面は 70mm の垂直走行
だから抜かれる可能性がある。多数の戦車接近中。とりあえず正面の敵さんやります。攻撃設定しているのは主砲。ポイント撃破。敵戦車の砲塔を貫通。撃破。次は F2 キーを押して副砲で試します。機関通。めちゃ敵さんおるで。副砲は装填速度が速く、敵戦車撃破も速いので、このような状況になれば、主砲よりも便利ですね。さらに敵戦車撃破。よいしょ。めちゃサクサクやん。このような戦い方ができるのも多砲塔戦車のメリットだね。例えば操作していない主砲の砲撃を AI 任せにするとかはできるの？多分今はできないね。射撃は全てプレイヤーが切り替えて操作する必要があるね。そうなんか。ポイント。敵さん炎上。敵さんよくお尻向けてくるんだけど、どうしてかな？プログラムの問題やろ。これ開発者の趣味です。皆さんこれ普通に嘘ですからね。さっき説明したように、コントロールキーと F1、F2 を押すと、全砲塔で射撃することができます。砲塔を貫通。撃破。さらにファイアディレイを設定すると、同じ口径でも間隔を空けて発射できます。ずっと同時に発射するってのもおかしいからな。敵戦車に命中。 47mm だとやっぱり力不足だね。敵戦車炎上。撃破。副砲も操作できるようになって想像以上にサクサクや。砲塔の動作範囲の設定については、後から技術部の葵ちゃんに説明してもらいます。うちの妹や。とんでもねえマセガキですけどね。だからうちの妹や。敵の第一波全滅。はい、なぜか装甲が抜かれまくる謎の現象が発生したので別撮りです。原因は？多分副砲の垂直走行が抜かれてる気がする。あと、リタイルへの天板は別パーツなんだけど、装甲の設定を忘れて10ミリになっていたね。確か自分で作ったパーツも貫通されれば上院にダメージが入るんやな。小さい自作装飾も砲塔と同じ扱いなので、装甲を入れないと撃破されます。なんで関西弁？それにしても当たんねえな。もっとしっかり狙え。これ、安心安全の150ミリ砲。ポイント。ちょうだいにちょうだいや。安心安全の150ミリ砲。もっとやる気を見せてほしい。誰がや？丘の下に敵戦車接近中。あらあら、そんな近づいちゃって。おう、こっち来とるで。ポイント撃破。敵戦車の防銃を貫通。撃破。なんか珍しいところ貫通したな。余裕の音だ。口径が違います。さっきの敵さん横向いとるで。攻撃チャンス。砲塔に命中。撃破。おう、うまいやん。ちょっと本気を出せばこんなもんです。よいしょ。長弾。いやー、ポイント。長弾。なんだった？また敵さん来とる。はい、ドン。多分ノーダメージ。あれ？おまた水キュン。敵戦車沈黙。やばいのはそこですね。また敵戦車や。今回よう接近してくるな。砲塔縁の平らな面が弱点ですよ。敵戦車撃破。余裕すぎますね。何言ってんねん。また近くに敵戦車や。もしかしてゆかりちゃんのファンかな？今回こそ見逃してやろう。150ミリ打ち込みます。おい、おまたにあちょう。ヒートランで。ちょっと待って。なんかおかしい。あち。やっぱり周りのところがいいのかな？敵戦車撃破。こっちの子もちっちゃいのでいじってみましょう。47ミリ砲。あれ、撃破できたで。大きいのよりちっちゃいのが良かったみたいですね。敵戦車残り1両。全然撃破できないので近くまで移動しました。私はできると回答しました。できてないだろ。わろた？何わろてんねん。よいしょ。ほら余裕でしょ？あいた、草。もう真面目にやれ。ちょっと本気を出してみますか。おいっと。また砲弾上乗っとる。ね、おかしいでしょ？いやー、おいっと。またや。これたまたま好きな変わった敵さんです。あかねちゃん移動、もっと近づいて撃破するよ。そうなるか。ついでに被弾状況も見ておきましょう。これ明らかに副砲に攻撃集中しとるな。装甲は主砲と同じ150ミリなので、距離的に近いこちらを狙ったということになりそうです。結構近づいたで。くらえちっちゃい子。機関通。ちっちゃい子ってなんや。やっぱり大きい子が好きみたいですね。よいしょ。防銃を貫通。撃破。敵戦車全滅。勝利しました。余裕の勝利でしたね。
この敵さんは一応パンターですが、サイズ的にはこのくらい違いますね。やっぱり一回り以上大きいな。それでは葵ちゃんに副砲の旋回設定方法を説明してもらって終わりましょう。それでは私からは説明しきれなかった副砲の旋回範囲調整を短く紹介します。やり方はとても簡単。まず砲塔を選択。右側のコンストレイントを開き、2つの設定を調整するだけです。黄色いマークはそのまま砲塔の旋回範囲を表したものです。こんな感じに調整すると、戦闘画面では砲塔の回転に制約が入っていることがわかります。皆さんも色々な場所に副砲を乗せて遊んでみてくださいね。それではまた。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。日本が極秘開発していたお医者、どうだったかな？やっぱり装甲が熱いのはええな。抜かれない安心感もあるし。残念ながら実戦配備されることはなかったのですが、もしそうなっていれば、戦場ではきっと活躍できていたのかもしれませんね。ゆかりちゃんは、どうしたの今日汗かいてない？状況報告だけだったからな。次回は頑張ってもらいましょう。ご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。